跡の美食学。高知県では夏になるとある魚を求め多くの人であふれかえる。その魚とはシンコ。ソウダガツオ、通称メジカの稚魚をメジカのシンコと呼び、夏のわずかな時期にしかお目にかかれない幻の魚。そこで今年初めてのシンコを求めクレへ。はいはい、シンコを探してるんですけど、今年はね残念ながら少し普段より遅れてて、シンコはまだ今年はまだ見えてない。本来なら7月末から取れ始めるが、温暖化など環境の変化によって時期がずれているという。まだ取れないの。まだボツボツっていう感じで、ぼちぼち。するとこれです。生かしてる。はい。これは一体。さらにシンコを美味しく食べる驚きの研究が。メジカの場合はもう24時間後が一番味としては美味しい。高知が誇る幻の魚、今年初めてのシンコを探せ。シンコはソウダガツオの稚魚。ソウダガツオは全国のさまざまな港で水揚げされるが、漁獲量は高知県が堂々日本一。ソウダガツオは目と口が近いことから高知でメジカという名を持つ。そして6月から7月に生まれた稚魚だけが漁師が認めるシンコ。まずは高知屈指のカツオの町クレで初物のシンコを探してみた。すいません。はいはい、シンコを探してるんですけど。おお、旬のもんですね。はい、この方、年間およそ30トンものカツオをさばく知る人ぞ知るカツオマイスター田中さん。普段だったらね7月の終わりぐらいからポロポロ見え始めるんやけど、今年はまだ見えてない。残念ながらシンコの入荷はまだ。すると田中さんからシンコの意外な事実が。15年ぐらい前までは売ってなかった。あまりにも足が速いから扱いにくいから。だけど味がねもう超独特なのソウダ節のその出汁の味。ソウダガツオは極上の出汁が取れるソウダ節になる魚。その出汁の味がシンコの刺身で味わえるという。取れて3時間ぐらい以内に食べると歯ごたえっていうか弾力があって、けどそれを噛んでるといい出汁の味、要はちょっとこう甘いほのかなあの味がチューインガムの汁みたいにキュッキュッキュッてお汁が出てくるそれはね悪いけど、そのメジカソウダガツオの大人の分にはその味はない。その旨味と食感は稚魚であるシンコの時だけ。この大正町市場のメジカのシンコの主役はおばちゃん、漁師のおばちゃんたちで、あそこに一つボックスがあるけど、漁師のおかみさんがメジカのシンコを取れたてを売ってるっていう。シンコが取れ始めるとこの小屋で漁師のおかみさんたちが手際よくさばくのがここの名物。魚とは思えないもちもちした食感と濃い旨味。旬の味を求め5時間待ちなんて日もあったんだそう。すると青果店の店主が秘密の食べ方を教えてくれた。お前だけに忘れちゃうけどねこれはだっちゃんに言うこといかんで、めちゃくちゃ美味しい。ほんでねシンコというもんはただ醤油わさびつけて食べたってことないが、この相方がないといかん。その相方がブシュカン。古から酢の代用品として重宝されてきた高知の酢みかん。収穫時期がシンコとピタリと重なり、この果汁をたっぷりかけていただく。これはもう至福のひととき。
それでお酒に合う食べ方が分かったところで肝心の新子探しへ。船では、大正市場以外では食べられないんですか、新子は。いやいや、今どんどん特に道の駅でも漁師さんたちが直接売ってくれだしたり。道の駅で新子を売っているとの新情報が。果たして今年初の新子見つかるのだろうか。店内には新鮮な魚介がたくさん。これは期待大。すいません。ちょっとお尋ねしたいんですけど、はい新子を探してるんですけど、はい、ちょうど入れたばっかりですね。まあこれぐらいサイズですね。これは新子にはなるんですか。そう、短いですね。残念、新子じゃない。店の奥にも新鮮な魚が並ぶが新子には出会えず。去年はこんなにたくさんの新子が。すると道の駅の方が船で販売している人がいるみたいです。ちょっと運が良ければ見えるみたいですけど新子を船の上で販売。道の駅のそばにある呉漁港に向かうと、美食学という番組なんですけど、この辺でメジカを売ってるっていう船があるって聞いたんですが、こちらでよろしいですかね。そうですね。この船が売っている。キハダマグロの漁師池田学さん。どこで売ってらっしゃるんですか。ここでね、直接売りぐらいですけどね。今年初の新子発見か。ここでね。はい。そこには生きた状態の魚が。これらは今朝釣り上げたばかりの新鮮なソーダガツオ。そう、メジカ。ところで稚魚の新子は。今日は新子いないですね。たんまにね、2、3匹混じるぐらいですけど。ここなんでできたまんま売ろうかと思われたんです新鮮言うやったらね、生きちょったら一番ええかな思って。ね、足も速いですしね。メジカは鮮度が命という言葉があるが、どういうことなのか。鮮度研究の第一人者、高知工科大学の松本教授に伺った。まあ釣り上げられたら当然死ぬんですけども、魚は死ぬと魚肉の中に ATP という成分が多く含まれています。それが酵素の反応によって徐々に分解されていき、うまみ成分のイノシン酸、その次においしい、劣化成分としてイノシン、ヒポキサンチというふうに成分が変わります。生理学的な変化と。これはメジカの成魚でも新子でも同じ変化をたどる。この歯ごたえのある状態のことを一般的に鮮度がいいという。実験的にやるとゴマサバよりも2倍の鮮度落ちをするということが分かったので、足が速いと言われるサバよりも倍の速さで劣化するメジカ。それが鮮度が命と伝えられてきたゆえんだった。とここでメジカに関する新情報が。メジカの場合はもう24時間後が一番、味としては美味しい。ただし食感を味わいたかったらやはり釣り上げてすぐのものを食べた方がいいですね。うまみと食感を同時に味わうべくこんなものを開発。それがこちら、スラリーアイス。塩分を含んだシャーベット状の氷にすることで長く鮮度を保つことが可能になった。せっかく高知県の特産品の一つ、新子の刺身をやっぱり全国に流通させて、地元でないと食べられない食感のいい新子もあれば、うまみのある新子、新しい味わいが楽しめるというのがポイントだと思います。ところで肝心な新子は今どこにいるのか。おい、来たぞ。次回はメジカ漁に密着。いよいよ新子と出会える。高知県では夏になるとある魚を求め人であふれかえる。その魚が
新子。8月、今年初めての新子を求め呉に向かった。しかし新子を探してるんですか？今年はね、残念ながら少し普段より遅れてて、まだ取れないの。まだ、温暖化など環境の変化により新子の取れる時期がずれているという。呉では初物の新子に出会えなかった。そこで今回は漁業の町須崎で新子探しを敢行。すると待ち望んだ新子に遭遇する。新子はソーダガツオの稚魚。ソーダガツオは全国のさまざまな港で水揚げされるが、漁獲量は高知県が堂々日本一。ソーダガツオ、目と口が近いことから高知ではメジカという名を持つ。そして6月から7月に生まれた稚魚を漁師も認める新子と呼ぶ。果たして須崎市で初物の新子は上がってきているのか。早速魚屋さんで尋ねてみることに。こんにちは。それがね、今年はまだ取れないの。まだ、メジカこれやけどね、これがね親だよね。これを釣りに行って、たまたま釣れるね。たまたまかかるかもしれない。実は新子、親のメジカ漁の時にたまたま釣れるものということは、メジカ漁に行けば新子と会えるかもしれない。そこで、すいません、これはこれから何漁に出るんですか？メジカ漁。メジカ漁。はい。ちなみに今新子っていうのはどういう状態なんですか？おらんということやなかろうかね。まあちょっと場所変えてどうこうすればね、当たる可能性があるかもわからんけどな。新子が取れるかどうかわからないが、ともかくメジカ漁に同行させてもらえることに。あわよくば1尾くらい新子が紛れ込んでくれると、今回太田さんのメジカ漁に同行。メジカの漁場はいくつかあるが、向かうのはオキッツという地区、今日はそこへ行く。須崎から南西に15マイル進んだ興津崎を目指す。仲間の船も向かっている。興津の灯台、あれを回ったらもうすぐに道具入れる。太田さん、かつては営業職を長く務め、定年後念願だった漁師に。81歳の今でも現役だ。疑似餌のついた釣り竿を海へ落とし引き回す。これは引き縄漁と呼ばれる昔ながらの漁。釣り竿には疑似餌と線香板。これを海へ投げ入れると、まず線香板が水中で揺れメジカを誘う。その下の疑似餌にメジカが食いつくと、線香板が浮き上がって動く。その合図で引き上げるのが引き縄漁だ。歌見よっとくれ。置いたらあれせないか。釣り仲間から無線が入った。どういったことや。他の船も全く釣れない。今日は日が悪いか。しかしこの時、船の下27メートルあたりにメジカの大群が。果たして今日はどうしたことか、さっぱりメジカが食いつかない。するとイカシ入れて、それから向こうの方、お、ちょっとごめん、来たぞ。よし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 。まあこっち俺がやるけど、そっち来ると思う。これぞまさにメジカ漁。
真ん中開けるか。メジカが釣れた。鮮度を保つため首を折り血液を出す。はい、こっち。おい、来たぞ。よし、あげよう。2人あげるよ、一緒にあげろ。よっしゃ。まさにメジカの入れ食い状態と、ここであれを思い出した。これは新香？新香やな。いつもこんな感じなんですか？昨日は4匹。大量じゃない。大量。しかし我々が見たかった新子は1尾も釣れず。他の漁師さんも新子は釣れていないようだ。するとその時、なんと新子を発見。これが今年初の新子、しかも3尾も。するとその新子を何度もチラ見する人が。どうやら新子を狙っているようだ。まあ緊張しますね。一発勝負なんでやっぱり、特に今日みたいに数が少ないと、それこそいろいろね、みんな欲しいでおりますんで。競りが始まると予想的中。多くの人が競りに参加。はい、メジカの1本のこれもあるで。はい、これ200円買う。これ。はい、これ200円。2人で50円に買うか。300円。50円。500円。1尾500円で落札。旬になるほど値が上がる。はい、あとのメジカ100円の買い手は。だいぶいってますね。実はこの方、須崎の老舗和食店の2代目、藤原明夫さん。この日は新子の刺身を出すんだそう。小さな魚体を丁寧に3枚におろす。新子の刺身にはブシュカン。弾力があり、噛むほどに爽やかな甘さとうまみ。メジカの生魚では味わえない夏の味。わさび、ブシュカンを混ぜた醤油をかけ、豪快に混ぜるのが新子の美味しい食べ方。そのお味は？美味しい。もちもちした感じが美味しい。ね、やっぱりこの時期しか食べれん木っていうところで。ここで一つの疑問が。大量に揚がった新鮮なメジカもお刺身で食べるのだろうか？はい、実は地元の人はそういう食べ方をしている人多いですね。新子ならではの食感、そして甘さっていうのが新子には感じられます。で、生魚、メジカですよね。大きいサイズに関してはそのメジカならではの味がしっかりとある。須崎の魚料理専門店では日によってメジカのお刺身を食べられる。注目すべきはメジカのさばき方で、この部分がもうほぼほぼ血合いなんで皆さんのけるんですけど、須崎の人はちょこっと残した方が美味しいとか
いろんなことを言う方がいらっしゃいますね、やっぱり。メジカもシンコも須崎では皮付き、そして少しの血合い付きでいただくことが多い。皮のところもちょっとなんか甘みがあるみたいな。歯ごたえがありますよね。皮がついてると。はい。しかしカツオの町クレでメジカの刺身を注文すると、皮はもちろんクレは外して、血合いもまあほとんどのける感じですね。クレは昔からのそれも癖やけんど、こうやって食べるもんや思って聞いたき、皮なし血合いなしの赤身だけ。実はこれには訳がある。呉で100年続く鮮魚店の店主田中さんが教えてくれた。僕たちの経験で言えば、その呉の料理は家庭料理で、須崎のメジカの新子の料理は漁師料理。この違いの背景には地域の人々の暮らしがある。須崎の男の漁師さんがやるから根の上で大体食べる人も多かったんで、新しいうちにさっさ食べたい。だから皮もあれば血合いもあるっていうのが基本で、けど呉のメジカ料理は子供たちにも食べさす家庭料理だから、皮目が当たるとか血合いが当たるとかいまだに証明は全然されてないんだけど、何百年かの聞き伝えでそういう噂があると、丁寧に皮も剥いで危ないと言われるところ全部のけたらほんとちっちゃな赤身だけになる。それはカツオが手に入らなくなった呉の漁師たちが生活のためにメジカを家庭で食べたことに由来する。一昔前までは水温が高くなるとカツオが土佐沖から少しいなくなって、一旦もうみんなカツオ漁をやめてしまってた。カツオ漁がなかった。だからメジカを釣って、でそこから漁師さんたちが自宅の子供たちに取って帰ってた。どうすれば一番安全に一番おいしく自分たちが食べれるか。新子の刺身一つをとっても地域で育まれた生活の知恵が見えてくる。それぞれの食文化を楽しみたいものだ。